スイフトスポーツを納車して1、2年ぐらい経ってから全員が気づくミ塗装樹脂の劣化問題。そのまま何も対策せずに放置しておくと完全に白く劣化して手遅れになります。そこで今回はスイスポを新車で買ってからもう5年半乗ってる僕がこれまでに色々とミ塗装樹脂の劣化対策をしてきた中で、これはやっておくべきだと思うミ塗装樹脂の劣化対策の完全版をこの動画で全てご紹介するので、ぜひ最後まで動画を見ていただければと思います。まず結論から言うと、スイスポのミ塗装樹脂は絶対に劣化します。1型でも最新モデルでも関係ないです。室内ガレージ保管であればまだマシかもですが、それでも太陽や雨、紫外線によって納車したての時は真っ黒のプラスチックで手触りが良くても、だんだんと白くなってきて最終的に手触りがザラザラになって完全に劣化したらキラッキラ光るようになり、白ぼけて見た目が汚くなり、何をしても色が戻らなくなります。そこでまず一番安く誰でも簡単にできるミ塗装樹脂の劣化対策ですが、こういったミ塗装樹脂の簡易コーティング剤を使うことですね。名古屋の横の刈谷にある洗車屋さんの中の人、福留さんが最近めっちゃ推してるコッホケミーというドイツのメーカーが出してるミ塗装樹脂の保護剤 PSS。1リットルの大容量なのに5000円ぐらいで買えるので、とりあえずこれ買って定期的に塗っておくと劣化を遅らせて元の素材の状態を比較的綺麗に保てると思うので、こちらのミ塗装樹脂復活剤は結構おすすめです。参考までに5年経った僕の車でナンバーの裏以外は全て一通り塗った状態がこれで、そのままナンバー外すとこんな感じ。塗ってないところが一瞬でわかるぐらい白くなってますよね。ここまで白くなってしまった。納車から何もしてこなかったナンバーの裏側。試しにここに PSS を塗ってみると、このレベルで本来の黒色に戻って、他の塗ったところと同じ色になるので、これ忖度なしにめっちゃいいです。ワコーズのミ塗装樹脂コーティングのスーパーハードも昔に使ってましたが、あれは塗ってから数日間水濡れ厳禁とか、間違えて塗ったところがムラになるとか、僕の場合はここのゴムのモールに塗って、知らん間にムラになったのか、変に焼けて変色したのかよくわからないですが、結構早いタイミングでこんな感じで変色してしまって、この変色が何しても取れなくなったので、僕の使い方が良くなかったのかもですが、ワコーズのスーパーハードは正直あまりおすすめはしないです。ゴムのモールもいけるとのことで実際に塗ってみたらムラになって変色したので、施工性は難しいですね。また容量が 150ml で Amazon で6000円ぐらいと、まあ結構高いですよね。逆にコッホケミーの PSS は1リットルと約7倍入ってて、1本あれば数年は余裕で使えるし、1回塗れば数ヶ月は耐久あるし、紫外線から守ってくれる成分も入ってて、ミ塗装樹脂以外にもタイヤやゴムモールにも使えて、何より施工性がだいぶ簡単で、マイクロファイバーに少しつけてミ塗装樹脂に塗り込むだけ。もしミ塗装やゴム以外の車のボディについてしまっても、綺麗なマイクロファイバーで拭き取れば全く問題ないので、施工性がかなり簡単で大容量1リットルなので、とりあえず迷ったらコッホケミーの PSS、これが鉄板です。ただですね、コッホケミーのコスパが良すぎることに洗車界隈が気づいて、最近では速攻で売り切れて転売価格で売られていることが多いので、そこだけが微妙なところですね。やはりドイツからの輸入品なんで、一度国内で品切れになると次回輸入まである程度時間がかかるので、もし在庫あったらとりあえず速攻で1本確保しといた方がいいミ塗装樹脂保護剤ですね。在庫があればなんですが、刈谷のプラスさんのネットショップが店頭、あとは Amazon と楽天で売ってるので、動画の下にある概要欄にリンクを貼っておきます。次にですね、コーティングじゃなくて物理的に保護する方法。皆さん大体納車してから先ほど紹介したミ塗装樹脂コーティングを洗車の旅にされるんですが、それがいつまで続くのかが問題ですよね。僕も新車でスイスポ買った時はめっちゃ嬉しくて月に2回、1回にめっちゃ時間かけて手洗い洗車してから完全に水滴拭いてボディの簡易コーティングして最後にミ塗装樹脂もコーティングしてたりと、1回の洗車で3時間ぐらいかけてめっちゃ綺麗にしてましたが、絶対これ続かないです。よほど洗車が好きとかじゃないと無理だと思いますね。特に夏とか暑すぎて無理ですし、そうなってくると洗車の間隔も減ってきて、コーティングの間隔も空いてしまい、知らん間にミ塗装の劣化が進みます。なので定期的にお手入れできるならいいんですが、そんなに毎回コーティングを塗るのは正直面倒だと思うので、そういう方はスズキと同じ浜松にあるセカンドステージというメーカーから出てるパーツを上から貼るだけでミ塗装樹脂を完全に保護できます。スイスポ乗ってると気になるリアのドアノブのところ、ドアの間のこの柱のところ、ドアミラー横、
意外と気になるフォグランプのところまで、スイスポについてるミ塗装樹脂パーツの上から簡単に同じ形のパーツを貼り付けるだけで、劣化したミ塗装樹脂を完全に見えなくして、パーツ自体の色もピラーと同じピアノブラックからカーボン調まで、自分の好きな色を選べるので、車の色に合わせることができます。もともと僕の車には納車してすぐに、このリアのドアノブのところだけパーツを上から貼ってたんですが、やっぱり5年も乗ってるとスイスポから全てのミ塗装樹脂をなくしたくなってくるので、納車5年目にしてミ塗装を全消ししようと思って、最近楽天でポチって、それを大阪のお店で取り付けてもらいました。そこのお店は車の磨きがメインなので、セカンドステージのパーツを取り付けるときに、新品でもライトを当ててみると、輸送の時に入った細かい傷が、やはり多少あるので、そういった普通じゃ絶対見えないような傷もパーツを貼り付けてからポリッシャーで研磨して、細かい傷を完全に消してから、さらにその上から簡易ガラスコーティングを塗ってくれることで、元のプラスチックの素材自体に傷が入りにくくなって、撥水もして汚れもつきにくくなるめっちゃいい簡易コーティングサービスが受けられます。取り付けが不安な方は僕がお願いした枚方にあるお店のプロに丸投げでもいいし、DIY で自分で取り付ける人でも、セカンドステージさんのパーツはチリが完璧でつくようにしかなってないので、ほんと上から被せるだけで吸い付いてくれますね。社外パーツって精度が悪くてチリがひどいのもあるので、そこは気をつけたいところなんですが、セカンドステージさんのパーツはチリがガバガバ、作りの精度悪いってことこれまでに聞いたことないので、忖度なしに誰にでもおすすめできます。ただ、社外パーツを作ってるメーカーの中には、精度が終わってるメーカーもあるので、そこは概要欄に僕が実際に体験したひどすぎるパーツの動画を置いておきますので、気になった方はそれを見てください。そこから買ったら一生後悔しますね。そんな中でもセカンドステージさんのパーツはほんと上から両面テープで貼り付けるだけで、リアドアのところ、柱の中央、サイドミラーのところ、フォーグランプのところなど、後々劣化が気になってくるところのミ塗装パーツを完全に消すことができて、横から見ても全部同じ色のパーツで揃えることで統一感が出て、だいぶ見た目が良くなるんですが、ここのフロントワイパーの下の結構大きいミ塗装パーツをなくすには、セカンドステージさんからは残念ながらその部分のパーツが売ってなくて、もしここもカバーしたい方はアクシスパーツさんというところから、この上から貼り付けるパーツ出てるので、それがおすすめです。ただし、アクシスパーツさんはセカンドステージさんと比べると値段が結構高いので、お財布と相談ですね。参考までに僕と同じリアのドアノブ、センター、ミラー下、フォグランプ、このパーツを全部買うと約58,300円します。ただこれは定価なんで、楽天だとセールやる時があるので、そのタイミングで買えばもっとお安く買えます。ここまでやると大体のミ塗装は消せたので、あとは車のフロントとリア、ボディの下についたミ塗装が残りましたね。今言ったところのミ塗装パーツは残念ながらセカンドステージさんのようなコスパいいお値段で買えないので、社外品のパーツを買うしかないんですが、おすすめのパーツがありまして、それは鈴木純正のオプションになります。僕の場合、このフロントは純正じゃなくてトラストのリップを上から被せてまして、このトラストのリップは本体が2万円ぐらいで、それに塗装と取り付け工賃でだいたい2、3万ぐらい。なので合計で5万円いかないぐらいで取り付けができて、社外品のリップスポイラーの中でおそらくコスパはいい方で、見た目もかなりいいので、個人的にだいぶおすすめです。ちなみに鈴木純正オプションのリップだと、パーツ本体、塗装と取り付け料金込みで44,000円と、トラストと一緒ぐらいか若干安いぐらいで買えます。カタログで見ると普通かもですが、実際に生で見ると普通にかっこいいので、鈴木純正オプションもありですね。また、サイドの大きすぎるミ塗装パーツ。このサイドに関しては、最近鈴木で純正パーツを購入して取り付けてもらいましたが、買って大正解でした。社外パーツの場合だと、このミ塗装の上から貼り付けるタイプが多く、若干下地のミ塗装が見えるものが多いし、パーツが大きい分チリが合わなくて、綺麗に取り付けできないので、加工にめっちゃ時間かかって、工賃もその分だいぶ高くなるとか、いろいろな問題点があるんですが、その点鈴木純正のサイドエアロは、元から付いてるミ塗装樹脂パーツを丸ごと外して交換するタイプ。取り付けも社外パーツみたいに両面テープで貼り付けてではなくて、ちゃんとネジで固定するタイプで、フィッティングも塗装も鈴木純正なので完璧です。やはりこれだけ大きいパーツが2本となると、板金屋さんにお願いすると、塗装と取り付け工賃だけで余裕で5万円以上かかってくるんですが、鈴木純正だとさっき言ったように、パーツ本体、塗装、取り付け工賃全て込みで 64,680 円とコスパ最強のお値段になってます。納車してから5年目にして初めてサイドスカートを交換しましたが、5年経ったボディでも変色とかもなく、取り付けても色の違和感がゼロだったので、後付けしても色の違和感は出ないです。また今回サイドエアロを付けたことでリアのバランスがちょっとおかしいとなったので、僕は追加でリアも取り付けてもらいました。僕のスイスポ自体は1型で、買った当時はこのオプション選べなかったんですが、僕と同じ1型のだいぶ古いスイスポ乗ってる方でも全く問題なくフィッティング完璧で取り付け可能なので、コスパよく見た目を変えたい方は鈴木の純正オプションがいいと思います。
カタログでは見にくいんですが、近づいてみるとゴムモールがあって若干のアクセントになってたり、サイドとリアをセットで取り付けることで高さのバランスも合うので、フロントだけ付けるとかもいいですが、そのうち他の部分も欲しくなると思います。もしこの中で一つだけやるなら、個人的にはリップ交換が結構見た目変わるのでおすすめですね。トラストのリップだとこういう感じで2色で塗り分けもできるので、先ほどのセカンドステージのピアノブラックと同じ色にすると色が統一できていい感じになりますね。そうなるといよいよ最後に残ったこのグリルもなんとかしたくなってきますが、グリルのこの真ん中のカーボンっぽいところを隠すパーツはセカンドステージさんから最近発売になりましたが、やっぱりこの細かいグリルのところが洗車後の吹き上げの時に正直だいぶ面倒なので、モンスタースポーツのパーツを買って純正グリルを加工すると目の細かい網に変えることもできますし、このグリルを丸ごと変えるならリザルトジャパンやクールから出てる33専用の車外グリルに丸ごと交換ってのもめっちゃありだと思います。クールのグリルだとパーツ本体塗装取り付けで約10万円ぐらいと最近インスタのコメントで教えてもらったんで、見た目考えるとクールが個人的に一番いいなと思ってるので、最後に外装パーツ買うならクールにしようかなと思ってます。ただパーツ1個で10万円ぐらいと正直安くはないので、スマスロで万枚出したら買うようにします。ってことで、スイフトスポーツのミ塗装樹脂の劣化対策完全版でした。まだ納車されたばっかりの人であれば、ミ塗装樹脂のコーティングを定期的にやっておけば大丈夫ですが、もう劣化してしまった場合は何しても新品の状態には戻らないので、セカンドステージのパネルを上から貼り付けるか、外装パーツ使えば解決します。ほんと完全に劣化するとめっちゃ見た目が悪くなるので、定期的に洗車と何かしらの対策することをお勧めします。今回紹介したコッホケミーの PSS やセカンドステージのパーツ、トラストなどの ZC33S 専用車外パーツの情報は動画の下にある概要欄にまとめておくので、どんなものがあるのか実際に確認して他の方のレビューも参考にしていただければと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドライレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。